オートバイ女子部キャンプツーリングから帰ってきました。ただいまただいまはい、平島夏美です。梅本まどかです。ジェリコです。はい、今回は私が乗らせていただいたモトグッチ、V7-3 レーサー点数アニバーサリーということで、はい、そのレポートをしたいと思います。どうでしたか？ありがとうございます。どうでしたか？まずね、はい注目すべきは、まず見た目見ド派手なすごかった。めちゃめちゃ派手すぎレまーサー低いよね。だってさ、6台並んでる中で、はいなんかその親バカ的なものかもしれないけど自分が乗ってるからね、でもめちゃくちゃ目引いて、もう私だけ話しかけられたりとか、なんか私が乗ってるからね、話しかけられる道の駅でしたりとか、やっぱ目立つんだなと思って、このタンクのクローム仕上げなのかな、ピカピカで、あれがもう反射してましたもんね。そうで、そうしかもなんかこうフレームとかが赤で、あと黒のなんかこのコントラストとかもすごい派手で、よかったのと、あとねまた、じゃあちょっと引き続き見た目の話になっちゃうんだけど、そのねタンクにレザーストラップがね上にねこうついてたの。ついてましたね。そうあれがなんかさらに高級感をちょっとアップさせるっていうか、それだけじゃなくてそこにワンクッションあるからいいみたいな。レザーつけちゃうんだみたいなところと、あと私が茂木に向かってた時は、荷物積みたいからシートを変えてたんですよ。撮影の時だけシングルシートカバーにまた取り替えて撮影してて、そのねまたねシングルシートカバーあれやばいですね。かっこいい。横にレーシングナンバーみたいな7って書いてあるやつ、あれがかっこよくて、しかもメイクますそうね。しかもなんか周りをさ囲ってんのももうイタリア車って感じで、イタリアの国旗のカラーリングに赤でこう縁取ってて、わもうなんか一目でイタリア車ってわかる。多分そうバイク乗ってない人でも、あれなんかこのイタリアカラーなんだろうみたいな、なんかそうかっこいいと思っちゃいますよね。そうパッと見で。おしゃれ。あとなんか私が最初気づかなかったんだけど、この LED になってるのね、フロントのヘッドライトとか、あとウインカーとかいろいろ LED になってるんですけど、それがカメラマンさんに言われて気づいたのは、こうカチャってつけるとライトがねピッピッ、なんかいろんななんか4つ5つぐらいがピッ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 ピカーみたいな感じで、そう光るの。なんかねそれがなんか凝ってて、いやわざわざそこに凝るのもやっぱなんかちょっとお金かかってる感が出ちゃうっていうか、いやそういうのがねかっこよかったんですよ。こだわり尽くしてますね。じゃあそう見た目からもこだわってるなっていう感じが伝わってきました。はい。で乗り心地なんですが、さっきシートの話したんですけど、違うんですかやっぱり。シートはねゲル加工はもちろんねムニムニしてて乗りやすかったんだけど、でもその元々のシングルシートのやつでも全然乗りやすくて、でもシングルシートカバーの方にしたとしても、シート高770だから、私154センチだけど全然両足ついて、でしかもさすがにバックはまたがった状態では、ちょっと今回雨降ってたから下が滑っちゃって踏ん張れないっていうのもあったんですけど、ちょっと厳しいかもなみたいな。なるほど。でも取り回しはすごいね楽だった。進み始めちゃえば最初のグッて一押しだけがちょっと力いるけど、その後はもうスルスルって進んじゃって、スパレートハンドル、なんかどうだったのかな。なんかスパレートハンドルなんだけど、ちょっとね上目なのよ。だから見た目以上に結構高くて、ポジションがねきつくなかったんですよ。あとその取り回しの時にさ、まっすぐ押すだけじゃないじゃん。右に行ったり左に行ったりする時にこうハンドルを切っても、そのタンクが細身だから、そのフルロックさせてこう進んだとしても、進みやすい。タンクに腕ぶつかんないから。意外ですね。なんか結構ぶつかるイメージがあります。だからそれがなんだっけ、その撮影の時ってさ U ターンしてまた走り出して U ターンして走り出してじゃん。今回もやりましたよね。今回もやったじゃん6人で。でもそれもだからやりやすかったの。U ターンがめちゃくちゃなんかこうハンドルセパハンで垂れてるだけで、なんかもうアクセル開けられてないってなるのもみたいなそうなくて、タンクが細いってだけでこんなになんかセパハンでカフェレーサーなのに運転しやすくなるんだ、操作しやすくなるんだっていうのに驚きました。でもなんかそんなちっちゃく見えないですよね。
細いっていうかそうやっぱりそのデザインがあるから全然そんな風にそうこっちからしたら普通に見てるからあなんかかっこいいなんか目立ってるみたいななんか言い方がなんか圧があるっていうか、なんかドンってくるよね。似合ってますなっちゃうそうでなんかこう撮影の時とか、まあ、街乗りは低速でさ、結構走ってたじゃん。そういうのもどうなんですか？なんか元ブチ自体は乗ったのは初めてだったんだけど、やっぱこうエンジンかけた時にブルルって震えるのとかちょっとドキッとするんだけど、でも足つき良かったからそこはそんなに気にならなかった。やっぱ片足しかつかないとそのエンジンかけるたびにちょっと怖かったかもなって思うんだけど、それも安心だったし、乗り始めてそのトルクが大きいのもなんかなんかどこどこしてるのが楽しくて、でもなんか高速乗って高速走行になっちゃえば、そのなんだろう、スピードも速くなればなるほど高速走行もすごい安定してて、なんだろう、腕が疲れるとかもなかったし、そうでもちゃんとなんだろう、街乗りとか低速の時は、足とかお尻からもそのトルクが伝わってきて、なんかそういうのもバイクに乗る楽しさの一つにつながってくるのかなって。じゃあ姿勢でも結構長距離でもいける？いけるいける、全然辛くなかったです。顔で前ついてた、あれって高速走行の時とかって風とかどうだった？でもなんかまあ確かにね、そこまで大きくないから普通に起きて乗っちゃってたらそんなだったけど、雨降ってたから途中こうやってしててだからその時はちょっでレーサー気分を楽しみつつ、しっかりなんかね、ヘルメットのこの辺ぐらいまではマジで守ってくれました。でもなんかなっちゃんは最初なんかキャンプツーリングだからなんかいっぱい乗せるよって言ってすごい嫌だって言ってたんですけど、嫌だったでも乗せたじゃないですか。うん結局どうでしたそういうのって？なんか嫌なところは、まあ、またがる時と降りる時に、その足をさ後ろに回せないから足こうやって乗せ上げてよいしょって乗せなきゃいけないのだけちょっと大変だなと思ったけど、まあ、乗り始めちゃえば荷物乗ってた方が逆にリアが少し沈んで、なんか前に梅ちゃんとタンデムしたじゃん。その時みたいな感じで逆にちょっと安定感が増したのかなって思った。だからなんだろう、重心がさちょっと高くなるのが嫌だったの。なんかでもまあ本当にまあそんなにもともとがそんな重心高くないから気になることはなかったかな。何をしても大丈夫。そうあと雨の中さ茂木走ったじゃん。でもそれでもなんかね、全然滑るみたいな気配もなくて、なんかちょっとしたコーナリングとか、まあ高速だったりとか、そういう時もね、なんか安心感があった。なんか全然ね、アクセル開けてつるっていくかもみたいなこともなくて、じゃあ結構余裕ありますね。そう余裕あったんですよ。それがすごい良くて、私的には、もうちょっとなんかいろいろあるかなみたいな走ったかったし、雨じゃなかったらなんかもうちょっとスピード出して、ちょっとそう安全に走れるところビューって行きたかったなって思うぐらい楽しくて、もう一回ね乗るチャンスあるといいんだけどなみたいな。でもなっちゃんなんか結構スピード出して、やっぱそういう時ってブレーキ大事じゃないですか。ブレーキの感じもなんか良かったみたいなことありませんでした？そうなんかブレーキも私的にはなんかやっぱ外車ってだけでなんかちょっと大雑把なイメージ、ギュンギュンボーンみたいなさ、なんか勝手なイメージよ。もともとね乗ったことがそんなに回数が少ないから、勝手なイメージだったんだけど、そんなことなくてブレーキかけてもうーってちゃんと、なんだろう、グンって沈むんじゃなくてしっかりとなんかそう吸収してくれて沈み込んでくれて、なんかそれがちゃんと自分の感覚とすごいぴったり合ってたし、なんかリアブレーキもリアブレーキでなんか踏んでもなんかちゃんとなんだろうな、踏んだ感覚とがマッチしてて、だからなんだろう、一緒にかけた時とかもなんか前につんのめる感じもなかったし、そういうのもねすごい気持ちよくて、だからエンジンがすごいパワーがね7班だからある分、そのブレーキのなんかまろやかさっていうか優しさによって、だからすごいそれが合わさってね、なんか楽しいし乗りやすいしっていうイメージ。全然見た目から想像できない。でしょもっと難しそうみたいな。ちょっとトリッキーな動きするのかなみたいな。それがね全然なくて、だからね、あとね意外とだからその小回りセパハなのにあれ結構小回り効きそうと思って。くるって言ってたよね。そうすごいな。だからなんか私元ジムカーナやってるんだけど、
あのコース全然走れそうと思った。でもあれ出したらめっちゃかっこいいですよ。あれだいやでもこけられない確かに。でもねあれね全然小回り効くから回転とかくるくるってできそうだし、なんかブレーキもしっとりしてるから、なんかそういうのにも効きそう、なんかやりやすそうだね。やってほしいですね。でもねあれでねすごいやつこけたなって思います。あのタンクがさ確かに傷ついたらあれすごいめちゃめちゃショック。それはそうじゃんあれもそうなんですか。そうなんです高そう絶対高い。いくらだと思う？何ですか。全体ですか。全体。何ハンドルだけの値段今タンクなんですけど傷ついたのみたいな。ちょっとタンクだけの値段私もちょっと知らないんですけどじゃあここでクイズです。クイズ。はい元グッチ V7-3 レーサーテンスアニバーサリーはいくらでしょうか？私はい。 300 300。 310万5千円。 5000円すごいとこ行った。なかなか高額な絶対高い絶対高い。確かに高い。 310万5000円ルリコさんはそう思ったんですね。じゃあ梅ちゃんマイナス50万。マイナス50万だから260万ってこと160万5千円。じゃあ正解いきます。はい。ドゥルルルルルじゃん137万5000円です。おー、なるほど。だから全然。よくない？なんかさもっと高そうに見えない？もっと高そう。ちょっと300万はちょっとさすがにでも200はいってるかなって思ってました。そうね、外国車ってさ、やっぱりちょっと初めてのバイクで買うってちょっと気が引けるっていうか、確かに。国産車の方がなんか安全なんじゃないかとか買いやすいんじゃないかとか操作しやすいんじゃないか、運転しやすいんじゃないかっていうね、だから不安がある人いると思うんですよ。いやなんかあれなんかエントリーモデルとしてなんかおすすめだなって思ったんですよ。そうなんですよ。安いって言っちゃう。いや確かに安くはないけど、あの見た目と感じ雰囲気からすると全然想像つかない。だって庶民的みたいな。だってね手伸ばせばさ届くまあ全然届かなくはないですね。うんいやびっくりそれは。そうなんだからそれが私も最初資料で今日どんなバイク乗るのかなって思った時に、あれこれ買える値段なんだ、私買えるぞって思ってちょっとドキドキやっちゃいます？やっちゃいます？やっちゃいます？だからそういう意味でもなんかときめいた。あー確かになんか届かなすぎるとちょっとなんかもうお仕事でしか乗れないバイクだなっていう。いつかって思っちゃいますよね。そういや見たいな。あれで登場したかっこいいっすよ。でも絶対転べないっすよね。